本日休館日、我が家のためにあるみたいなバスでしたねこれ。あ、上手。待って。オッケー。はい、いらっしゃいいらっしゃい。今日枕崎だよ。枕崎。あ、いい匂いしてる。うん、いい匂いしてる温泉の。相模。めっちゃ楽しみね。飲み込みたくない。長崎カステラで。はいはい。ケーキを作りたいと思います。めっちゃ突風が吹いてますけど。聞こえますか？すごい雨ですけどね。これ触っていいんじゃないで、母ちゃんです。わかりました。中身もいいんじゃないですか。おはようございます。ペイです。今私たちは吉備サービスエリアにいます。岡山県ですね。で、今回は母ちゃん、はい。九州旅、はい、それも10日間行きます。おー、すごい。はい、結構長めで、はい。で、今回はですね、初めて行く佐賀県と長崎県、はい、行きます。はい、これすっごい楽しみにしてます。長崎は母ちゃんの好きな長崎ちゃんぽん。ちゃんぽん大好きです。はい。で、佐賀県はね、あまりわからないんでね、なんかいろいろ調べてね、まあ行こうとは思ってるんですけども、ちょっとね調べる時間もねあまりなかったんで、まあ行きながらですね、行き先は決めていこうと思ってます。はい。じゃあ今回は九州10日間、はい、いっぱい楽しんでいきたいと思います。じゃあ今回もよろしくお願いします。もう今回からね、エアマットなし。あ、エアマットなし？うん、もうエアマットしたら暑いから。あ、やっぱり暖かさもあるんだ。あるある。でもその分いろいろ荷物が少なくなって、まあそうやな。ちょっとすっきりというか。すっきりや、ほんまに。冬に比べて。あれでかいからな、やっぱり言っても、マット。今はね、ゴールデンウィーク明けなんですけども、もうだいぶね、暖かくなってきたんで、お布団のね量が減りました。まあこれでね、もし寒かったら寝袋を上にかぶせて掛け布団のようにしてね寝るんですけれども、まあ、多分これぐらいで大丈夫だと思います。なのでね、荷物がかなり減りましたね。今回からね、ナギはハウスがないんですね。少しね体が大きくなって、少しじゃないな、だいぶ大きくなってハウスにねあまり入らないんですよね。まあ今回はですね初めてなんですけど、一度ハウスをなくしてみようと思って、ナギはねやっぱり最初少し落ち着かなかったですね。暑い。まあ散歩から帰ってきたからね。まあとりあえず10日間ハウスなしで頑張ってもらいたいと思います。ただいまの時刻は2時41分です。めっちゃ遅い。まあいつものようにダンスのレッスンが終わって出てくるとどうしてもねこんな時間になるんですけども、今夜はねもう早く寝たいと思います。明日は目的の道の駅まではねまだ500キロぐらいありましたね。だいぶ走らないといけないですね。まあでも言ってもね、明日の夕方ぐらいまでに着けばいいので、まあ、ゆっくりね行けると思います。はい、じゃあ寝たいと思います。おやすみなさい。おしっこ行こう。お座りして。
あ確かにそうか。後ろからずーっとな、なんちゃん見守ってくれて、ありがとう。かっちゃん、はい、お待ちかねの人ですよ。いやお待ちかねですね、本当に待ってました。水戸ちゃんぽん。毎回やけどうまいよな。大好きです。大きい口で食べれるようにね、口の練習しました。口開ける練習してはり練ます。習しました。逆走注意エリアです。空いてるね。空いてるな、やっぱりな。ナギがやっぱりもう暑いんでエアコン入れます。今シーズン初めてですね。かーちゃん、はい、水戸サービスエリアはい、では水戸ちゃんぽんはい。食べに行ってきます。恒例ですけどね、ここに来たらもうそれが楽しみではいこの道と通ってるみたいなもんですけど、じゃあ行きましょうか。やってますか？うん、やってます。これやってなかったら最悪やな。今水戸ちゃんぽん待ってるんですけど、テラス席があったんでナギも連れてきました。キャンピングカーはあそこにあります。まあできるだけね一緒に入れるといいですよね、ワンちゃんとね。かーちゃん、はい。水戸ちゃんぽん今回はナギと一緒に。水戸ちゃんぽん一緒に、本当にね、こんなとこがうん一緒に座れるなってちょっと、うんね嬉しい。一緒がいいね。うんうん。はい、じゃあいただきましょう。いただきます水戸ちゃんぽん、これ美味しいんですよはね。幸せ。いなんか。はい、どうぞどうぞ、はい、どうぞどうぞ、食べましょう、食べましょう。いただきます。はい、いただきます。つばごくんごくん。いや美味しそう。見てください。うわそうね。ー。美味しそう。あさり、エビ。わあ、いろいろちくわ。にゃんちゃんが。よしよしよし。皆さんの焼き具合が好き。ちょっと焦げ目の。そうやな、ちょっとなんか焼いたって感じで。水戸ちゃんぽん美味しかったです。家内は我慢できなくてもグーって食べてましたけどね、珍しいですよ。結構ゆっくり食べる人なんです。いやもう落ち着いて横にいてくれるようになったんで、連れて行くのがね、だいぶいろんなとこ連れて行くのが楽になりましたね。ちょっとあんなにちゃんと横にピタッとついてね、おとなしくずっと座っているのちょっと初めてだったにゃんちゃんちょっとお兄ちゃんなったやん。にゃんちゃん大きくなったね。貫禄出てきたよ。体だけやったらなんぼでも大きい。なんだどこ行くの、おいで、戻っといで、お座りして体だけだったらいくらでもね大きくなるんですけどなかなか心とともに成長するっていうのは難しいもんですね。もうそこで、高速道路の出口ですね、筑紫野インターチェンジで降ります。こ
こに。あ、なんかいい感じだな、すごい。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は17時間3分です。運転お疲れ様でした。物産館開いてんじゃん。あ、ほんまや、見見てみようよれるかな。母ちゃん、はい。道の駅筑前南の里に着きました、はい。時間は5時ですね。はい。まあまあやっぱかかりましたね。はい。ね、大きいとこやな。結構なんか広いね、うん長いね。でも雰囲気めっちゃいいやん。なんかいいね。うん周りもす景色もすごい綺麗ですね。ごいなんか作りも可愛い。可愛い可愛いまだね物産館が開いてるみたいなんで少しね見てみたいと思います。じゃあ行ってきます。あと2分かも。あ、そう。わからん。5時やったら。6時やったら。そうかそうか。ちょっと早く。そうかもう閉まるんか。だいたい5時ぐらいで。そやな。閉まるギリギリで慌てて走り回って帰りました。ギリギリゲット。トマトとトマトとね。あと野菜を、はい、いろいろ買いました。まあちょっとだけねもうちょっとしか買えなかったんですけど、まあとりあえず物産館が見れてよかったですね。よかったです。じゃあ母ちゃん温泉行きましょう。わーい。すごいね、温泉。こっから10キロぐらいかな。10キロぐらい。うん多分。母ちゃんはい。温泉着きました。秋月の湯。めちゃめちゃめっちゃ綺麗なとこですね。じゃあね、はい、行きたいと思います。行ってみましょう。こんなところで。わあ、すごい綺麗でね。で、駐車場もね、ガラガラで、今日はね、これ絶対ね、貸し切り日和ですよ、本当に。と思ったら。じゃーん、本日定休日。またか。また。いやー、でもさ、嘘やろ。ちょっとお庭綺麗だね。いや今日はねネットで調べたんですよ。で今日は定休日にはなってなかったんですけど、ゴールデンウィーク明けだから昨日までゴールデンウィークやったからかな。はあ、マジかマジですかね。もうあー雰囲気めっちゃいいところでいやちょっね。となんかお庭だけちょっと見せてもらおうか。本当にめっちゃなんてもうなんでうちこう定休日が多いんやろうな。ちゃんと調べてこいって感じですけどね。当たりね。これ当たりっていうこれでも温泉あるかな近くに。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は19分です。運転お疲れ様でした。奥もあるんか。奥あるけど全然開いてないね。ここはちょっとむずいな。あそこ開いてる。これ開いてる。あでも後ろの木で当たってどう、ちょっと見てこようか。向こう奥。ちょ言うてけへんかったら。やばい感じ。こっちからああ、ほもんまやな。奥。温泉着きました。はい。卑弥呼ロマンの湯。トマトよ。ロマンの湯。ちょっとね駐車場がねまあ入るんですけど、木とかがね後ろに出っ張ってたりとか、こっちもね木が下がってたりして結構切り返すのが大変やったかな。がね、まあ後ろね家内に見てもらったんであそこもね当たってるように見えるんですけども当たってない。あ、ギリギリでほんまや。はい、当たってません。はいです。このタイヤ止めまで行っちゃうと当たりますみたいなところがねやっぱりちょっと多いですかね。まあ場所によっては全然大丈夫なところもあるんですけど、空いてたところはこんな感じでしたね。だから駐車する時だけ少し気をつけてもらったらいけるかなと思います。でここは評価が高いでんな、温泉のね。結構虫がついてました。なので楽しみにはい。行ってきたいと思います。圧は普通らしいです。シャワーの圧は普通だってもう事前情報が分かってましたじゃあ行ってきますこんなとこちょっと楽しみですね。
料金が安い。嬉しい。730円。めっちゃ安い。あ、じゃあ行ってみましょう。ああ、いい風。気持ちいい。かちゃん、はい。温泉どうでした？もうつるつる。ここはね、お湯がすっごい良かったですね。ちょっとね、こんな街中にあるんで期待してなかったんですよ。けどお湯ものすごいよな。お湯なんかもうつるつるなって、なんか炭酸なんか肌にジュジュワジュワってなって。ジャックアルカリって書いてあったかな。アルカリ性って書いてあったかな。けどね、ちょっと炭酸も感じるんですよね。まあ勝手な意見ですけどね、本当にね、まあ街の中にあるんで、まあ周りはねこんな感じなんですよ。なのでそんななんかこうすごい雰囲気が山の中にあって景色がいいっていうことではないんですけど、露天風呂もないねんな。内風呂だけなんですけどね、でもねお湯はねものすごいですよ。これはちょっとびっくりしました。確かになんか評価が高い理由はそれなのかなっていう。評価がねここは高かったんで来てみたんですけど、やっぱりね理由がありましたね。すごい良かったです。もし駐車場はねちょっと枠自体の幅はね十分入ると思うんですけど、まあ、木とかはね気をつけて入られるといいかなと思います。はい、じゃあ凪のところに帰ります。よかったです。つるつる。本当よかった。ただいまお待たせでした。お待たせでしたね。なんだお待たせお待たせ。やんちゃん。やんちゃん。じゃあ、お待たせ。お待たせ。はいじゃん。はいじゃん。あら、ほにゃ。あにゃ。あにゃ。お待たせ、やんちゃん。やんちゃん。お待たせ。はい。にゃ。にゃ。おいちょ。カンガルーホイ。やんちゃん。やんちゃん。お待たせ。いいよやった。いいよやったよにゃ。ちょっとノンアルのビールいただく。ノンアルやから。よいしょ。よいしょ。あにゃいただきます。乾杯なんて。乾杯。やんちゃんも水飲み。かあちゃん、ここはスーパーマルキョウさん初めてですね。はい、まあ地元のスーパーかなと、地元というかこの辺りのスーパーかなと思うんですけど、行ってみたいと、はい、行ってきたいと思います。まあ刺身定食だと思いますけど。遅くなっちゃったね。行ってきます。今日の晩ご飯は何ですか？出来合いです。出来合い。はい。今日はもう移動やからな。なんかなんだかんだで遅くなっちゃったんで。せやな。はい。めっちゃ遅なったよな。ですね。ただいまの時刻は見えるかな。あ、見えないかな。ただいまの時刻は見えますかね。8時43分ですね。まあ、予定よりだいぶ遅くなりましたね。なんか落ち着いて車内で過ごす時間がですね。これからご飯を食べたいと思うんですけど、さっきスーパー行ったんで、そのスーパーで買ったお寿司とカップラーメンで今日は済ませたいと思います。
いただきましょう。いただきます。いただきます。ただいまの時刻は8時57分です。外気温計は出してないんですけど、このちょうどですね、窓を開けるとですね、ここに見えますかね、14度って出てるの分かりますか？今8時58分ってなってて、であそこにね全部外気温が出るんですね。だから外気温計出してません。はい、今14度です。今日はさっきもご紹介したように出来合いとカップラーメンでご飯にしたいと思います。移動の時はもう2人でね話し合って、もう料理せずに簡単に済ませようっていう風にしました。次の日もね楽しみたいね旅を。じゃあいただきます。いただきます。いいじゃん。じゃあお疲れ様です。九州10日間。すいません、もう待たずに飲んでしまいましたはい、九州10日間。10日間。今日は福岡に乾杯ですね。福岡に乾杯ですね。初福岡。本当温泉がめっちゃ良かった。よかったね。温泉めっちゃ良かった。びっくりした本当に。何してんのにゃんちゃん。何してんのにゃんちゃん。これ。いや、それガリガリしたらあかんよ。シートしたらあかんやろ。言ったやろ前、ガリガリしたらあかんってカリ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 赤ちゃんお疲れ様。お疲れ様でした。長距離やからな。ほんと長かったね。ずっと運転してたもんね。まあでもどうなんやろな。何キロやったかな。500キロちょっとやな今日運転したの。トラックやろうやな、にゃんちゃん。一緒にやるにゃんちゃんも。にゃんちゃんもここに鉢巻きタオル巻き。鉢巻きする気合だけ入れるのめっちゃよかにゃんちゃん似合うで。暑いの？寒いわもう寒いもう寒いです。ああ静かやなここ。結構静かだね。なんか道一本外れたら、暗くて、そうやね、何にもない。そうやな。で駐車場でこの道の駅最初来た時はここはすっごい大きな駐車場だなと思ったんですけど、実はですね道の駅と農産物館みたいな農産物を売ってるところの南の里っていうお店なんですね多分ね。そこの駐車場とか分かれてるみたいで、夕方農産物の
お店が閉まると駐車場もねゲートで閉められちゃうんですよ。6時ぐらいに閉めますって言われて、あそうかこっちじゃないんやと思って最初そっち側に止めてたんですよ。でそこから温泉に行ってで帰ってきてで道の駅の方の駐車場に今止めさせてもらってるんですけど、トイレはですねこのちょっとキャンピングカーの後ろ側の方にあるんですけど、そっちも、第1第2駐車場みたいな感じで分かれてて、こっちが第1か第2かはちょっと分からないんですけども、そのトイレの近くにはやっぱり車中泊されてる方がいっぱいいるね。いましたね、トラックもよくね、そっちはねトラックレーンもあるんで結構ねうるさかったんですよ。で私たちはもうその離れた、こっちが第2なのかもしれないんですけど、離れた駐車場の方に止めさせてもらってます。こっち静かだね。全然静かですね。トイレから遠いけどね、かなり、かなり遠いですけどね。はい。レンちゃんどうしたの？またバイクが飛んだの？それはダメよ。おいでこっち。なんで母ちゃんの方行かへんの？あれはハイじゃないの？だね。いやバイクの音と動きが苦手なんですよ。ものすごい苦手で、今もう10時やけどな、ちょっと結構大きな音のバイクが入ってきましたね。不穏な空気かな。大丈夫やろ。止まったよねんちゃんも。ねんちゃん止まったよ、おいで。お尻だけ見る。でっかいもう。はい、母ちゃんの横行って。お座り。はい帰ってきた。ただいま。はい、じゃあいただきましょう。いただきます。なちゃんどうすんの？なちゃん。どっち？こっち？どっちでもいいよ。はい。明日は嬉野温泉に行こうかな。嬉野？嬉野ちゃうね。嬉野温泉や。嬉野温泉。有名やね。嬉野温泉。佐賀県。佐賀県か。いやもうほとんど長崎の県境あたりだと思うんだけどな。それか。嬉野茶。お茶？だからそのお茶あるかしら。か呼び子のイカ。有名だもんね。母ちゃんが有名や言うから俺知らんねんけどさ。いつも買いに行くお魚屋さんでも、イカ今日は呼び子のイカやでって言ってるから、言ってる。ちょっとねお高いんよね。そう。でもなんか調べたら高かった。高かった。だからなんか高いから行っても食べられへんなと思って。なんか行ってみるだけって言われんやろうなと思ったらちょっと距離が遠すぎてさ、見るだけにはちょっと行くにはしんどいなと思って。確かに。母ちゃん、はい、トイレの入ってる荷物も全部もうここに出してそれ、映すの？はい。トイレを使えるように今はまだ入ってるけどね。まだ入ってますね。まだ入ってました。トイレに入ってる荷物はやっぱり出さないとトイレできないんで、現実的ですかね。トイレ普段は荷物入れになってて、で夜はその荷物を、こんな感じで出してでトイレを使うんですけど、やっぱり限られたキャンピングカーの室内でね
どうしてもトイレのスペースってトイレだけっていうわけになかなかできればねいいけどね、やっぱりうちはねできなくって、トイレに荷物を詰めてて普段走ってる時とか昼間はですね。で夜はトイレこの辺りはキッチンスペースとして使ってるんですけど、夜はここは何も使わないんで、ここに荷物を置いてでトイレを使うっていうことをしてます。私たちはねなんかこんな感じでやってますね、ずっと。そうです。買い物がどうしても多くって、そうですね。なんか道の駅とかでせっかくね道の駅とかに行って物産館でいろんなものね、あるからどうしてもねやっぱり買いたいなと思うんですよね。でそれを買うと荷物がやっぱ膨らんできて、最初に来た時よりも帰る時はそうですね、キャンピングカーが半分ぐらい沈んでる状態ですかね。そんなことはないんですけど、やっぱりせっかくね旅へ行ったら買い物というか、その地のものの食べ物、野菜とか、お魚とか、そうですね、やっぱり買いたいなと思うんで、やっぱ買っちゃいますね。それが私たちの旅の楽しみでもありますからね。温泉についで楽しいぐらいですからね。そうなんです。はい。でトイレはこんな感じで使ってます。じゃあもう今夜は寝ましょうか。気温はですね、多分これをね開けると見えると思うんで、さっき家内がね電気消したらもっと見えるんじゃないかって言ってたんで電気消しますね。そしたら多分見えましたね。見えますかね、あれ見えてますかね。ちょっと余計反射して見えないかな。あそこにね今10時58分ってあるんですけど、で今13度ですね。ここに13度って今出てるんですけどね、13度ですね。よいしょ。はい、じゃあ今夜は寝たいと思います。また明日もちょっとなんかこれお化けみたいになってるよ多分。データみたいなね。データ。はい、じゃあ今夜は寝たいと思います。また明日もよろしくお願いします。じゃあ寝ます。おやすみなさい。疲れました。楽しかった。そう。夜はでもちょっとね、部屋とするね。うわ近っ。
でこれからですね温泉に行くかですねイカ食べに行くか迷ってるんですねめっちゃイカ食べたいなと思いながらねどっちも嬉しい。左方向です。もうだってなかなかけえへんしなと思いながらまあでもその温泉の方も、まあ、海手と山手に分かれちゃうんでどっちかしか選択、まあ、今回の旅ではできないんですけどどっちがいいなんだ。どっち？僕は食べれる方がいい。まあもう少し走りながら考えます。じゃあどっちに着くかお楽しみにじゃあ行ってきます。